FM Osaka. 85.1. 母ちゃん、あんた、踊らなさい。 FM Osaka. Osaka. Take it easy. 4月18日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねです。はい、ということでね、お疲れ様でございます。4月12日土曜日はですね、はい、大阪・関西万博がついに開幕しまして、開会式にね、私がプロデュースしておりますアバンギャルディ出演しました。イエーイ。そしてですね、私振付師でございます。アバンギャルディの振付もしておりますけれどもね、振付もやっております。あらゆる。で、開会式でも振り付けさせてもらいました。ありがとうございます。もうずっと言いたかったですよ。やっぱりね、地元大阪で万博が開かれるっていうことで、やっぱり自分も何かね、この、万博で自分も関わりたいなとか、開会式はやっぱ一つの夢でしたから、私の。だからすごくね、こんな振り付けできるっていう機会いただけたことがすごく幸せで、めっちゃ嬉しかったです。はい。自分がここに名前が載るんだっていう、本当何よりもほんまに光栄なことでしたし、で、また、もうね、本当にたくさんの人に見ていただける機会でもありましたから、すごく緊張もしましたけれども、はい、無事に開会式をね、終えることができまして、本当に良かったです。はい。この今聞いてるリスナーの皆さんもね、そう、ちょっとね、予想してくれてる方とかもいて、もしかしてあかねさんなんか関わるんじゃないかなとか、言ってくださってる人もいたのでね、本当なんか、そうなんですよ。関わることが、開会式にね、関わることができて、本当幸せです。ありがとうございます。もう皆さんのおかげ、応援してくださる皆さんのおかげです。はい。まあでもなんかこんなに大きな行事、人生でね、なかなかなくないですか？大人になってからこんな素敵な万博がね、地元であるっていうのがすごく嬉しいですし。で、私も実際行ってきました。もう初日から行ってきました。開会する前とかは、やっぱりお客さんがいない状態だったから、なんか一個一個のパビリオンとかもすっごく、それしかないから、存在が。パビリオン自体がどういう風なものなのかっていうのも全然わからないままでいたんですけれども、実際お客さんが入って賑わってる状態を見て、すごいもうなんか、これ万博やって感じたっていうか、なんてわかります？お客さん、人がいての初めて万博やなって思いましたね。うん。だし、それこそ、もう海外のお客さんもいっぱいいましたし、なんかどんどんなんかこんな機会で、繋がれそう。いろんな人たちとも思いましたね。で、あと本当子供もいっぱいいたし、大人もいっぱいいて、大阪がまた活気づいたらいいなっても思いました。まだ行ってない人に、ちょっと注意点というか、私が思うね。結構、お昼間は、暑いし、もちろん、大屋根リングもあります。影もありますけれども、やっぱ疲れてくるのが、目が結構自分的には疲れるなって感じてて、っていうのは、なんか火がやっぱ直接的に床に当たると、照り返しとかでめっちゃ焼けるんですよ。だから、もちろん帽子とかも絶対必要ですけど、目焼けるなって自分はすごく感じたので、ぜひサングラスとかちょっと持っていった方がいいんじゃないかなっていうのと、なんかご飯とかいろいろ食べたりとかできるスペースとかもあるんですけども、なんかやっぱ外とか暖かくて気持ちいいので、なんかレジャーシートとか持って、外でもピクニックみたいな感じで、いるのもいいじゃないと思いました。あとは、キャッシュレスなんで全部。なんですか、アプリとか、ペイとかにちゃんとお金入れときやっていうことと、あとね、これも、なんか記念にお土産とか買うやん。で、ちょっ
とおすすめしたい。なんて言ったらな。まあ、いっぱいお土産買っていく人なんか特におすすめしたいのが、エコバッグも持って行ってもいいかもと思います。はい。結構紙袋とかも、すごい、有料なんですけど、まあまあするんですよ。紙袋とビニール袋も。で、まあ、お友達に配るようにさ、紙袋とかもさ、買うと思うんやけど、でもなんかそれも、やっぱ、歩いてたらさ、こう、潰れてきたりとかさ、持ち手がちょっとぐちゃぐちゃになってきたりもすると思うので、なんかいっぱいお土産買いたいなっていう人はエコバッグも持って行ってたら、いいと思いますよ。しっかりめのやつ。で、あとは、なんかいろんなスペースになんかこう、なんかシールがもらえたりとか、何かこう、もらえたりとかもあるんで、そういうのもちょっとチェックしていってたら、お金払って楽しむものももちろんあるし、予約しないといけないものもあるんやけど、それしなくても、なんか誰でも楽しめるパビリオンもあったりするし、別に無料でこういうなんか配布してるところとかもいろいろあるので、そういうのでチェックしていくといいかなと思います。でもなんかいろいろやっぱ事前予約が必要みたいで、入場ゲートに入るのも予約がいったりとかするから、ちょっといろいろ下調べしていくのがいいかなと思いますね。あとまあ今テレビでね、いろいろやってるから、そういうのをチェックしてさ、ね、私も行きたいとこいっぱいある。フランス館とかさ、すごいよ。なんか超おしゃれなパビリオンの中がね、すごい展示がいっぱいあるみたいで、めっちゃ行ってみたいですね。あと夜が超おすすめ。夜はオヤネリングがもうライトアップされるんでめちゃくちゃ綺麗だし、うん、めっちゃ楽しい。あと、噴水ショー夜めっちゃいい。めっちゃ見てほしい。絶対見ちゃう。これ、日本でしかも大阪でこんなん見れんねやっていうのがびっくりした。すっごい幸せな気分になったから、あれはぜひみんな見てほしいですね。っていうぐらい、本当もう、とにかくみんな行って、絶対混むから、いつか。もう大阪の人今やで、行くのは。んで、こっからやっぱ日本各地から、海外からも来るから、噂を聞きつけて、今です。今でございますから皆さんね、万博行ってみてください。近いからいつでもいいわと思ってたらダメですよ、本当。いつでもいいんですけど、行ってみて。ゴールデンウィークとかもすごい人でしょうね。まあでもなんか暑くなったらまた大変そうやからさ、ちょっとぜひ今の時期におすすめしたいです。はい。ということでね、今週は盛りだくさんっていうかもう話すことがいっぱいあるので、おかっぱトークもね、ちょっといろいろな話あるし、言わなあかんこともあるし、感想もあるし、聞いてください。じゃあ今日の1曲目、開幕した初日、万博行ってきたんですけれども、アドのライブ行けました。私、行ってたんですけれども、生うっせぇわ聞くことができました。最高でしたよ。もう、すごいね、あれ。もうずっとシャウトしてるというか、めっちゃすごい、やっぱ。ほんとすごいと思いました。じゃあ、うっせぇわ行っちゃうか。アドで、うっせぇわ。うっせぇわじゃないよ。うっせぇわ。うっせぇわ。カネクラブ。それでは、アバンギャルディの、アカということで、今週はこのお二人が来ています。自己紹介お願いします。はい。小花バンゲルディと、空間バンゲルディです。お願いします。はい。ということで、もうね、今週は言わないといけないことというか、はい。もうなんか感想というか、やっと言えるぞっていうことばっかりです。はい。まずは、万博先週ね、万博の開会式お疲れ様でした。ありがとうございました。ね。はい。もう、まあ私はですね、そうですね、まあ自分がそのプロジェクト、振り付けの、プロジェクトで今回は、パレード、万博開会式の、パレードパート、パレードオブグローバルハーモニーね。はい、このパートで、はい。振り付けとか担当させてもらいましてですね。まあもう、でも、そうですね。結構何ヶ月か前からかずっとやってたんでございますけれども、まあついに解禁というか、この話もずっと言いたかったんですよね。ですね。やっぱりね、万博って人生において一回、2回ある人はすごいなっていうぐらい、
で、まあ自分はやっぱり、そのね、1970年の万博の時は生まれてもないし、みんなもそうですけど、はい生まれてなくて、まあ岡本太郎がね、大好きでございますから、その影響でね、万博のこと知ってから、まあもう絶対ね、行きたいなっていう思いもあって、ね、私はまあそれこそ、なんやろ、この万博の誘致とかが始まる前から、ね、日本万国博覧会っていう、作品をこう、はい作ったりとかして、やってましたからね。で、はい僕はもう出てましたよね、その時の作品もね。でそうですね。YouTube の撮影とかも参加させていただきましあそうだた。誘致のね、スペシャルサポーターに私選んでいただきまして、その、まあ、誘致のできることでみんなにやっぱ万博来てもらいたいっていう、なんていうの、万博やるぞ大阪でっていう、やろうよっていうことを、まあ、広めるというか、ダンスでこう若い子たちにも興味持ってもらいたいなっていう思いで作ったんでございますけれどもね。はい。そこから、実際にはい。決まりまして、そこから5年ちょっと、はい。ちょっと、そうよ。ほんまにそう。すごい。長かったけど、うん。やっと開会したっていうか、実際決まってからね、はい。とワクワクしたし、どんどん出来上がっていってる様子とかも見て、で、私たちはそれこそまあもう早めにね、こう工事中の、はい。ね、まだできてない会場の様子も見てたから、あれって先週これ、あれこんなんできてなかったんだみたいなのがな。行くたびそう、行くたびに変わっていくから、もう塗り終わってるから、これこう袋みたいなのが取れたのみたいなのがね、いっぱいあって、ね。ありましたなんかそれもまた貴重な経験ができましたよね。なかなかそう、私たちがやったパート見ていただいたと思うんですけど、こう、いろんな、パビリオンを紹介する映像でもあったので、だから本当になんかいろんな箇所で撮影したっていう。実際開会式自体は、ホールの中で、まあ行われたんですけど、まあ、事前収録という形で、いろいろね、紹介していく V でもありましたので、まあでも本当撮影すべて晴れて、本当、浅草さんのおかげです。これは完全に。そうですね、私も、はい。生粋の晴れ女だと思いますから、一滴も降らずに、すごいだった。そうなんです予備日なんていらなかった。そう、なんかもう、撮影はじゃあ終わりってなった瞬間に雨降ったりとかもありましたけど、はい。そうなんです。めっちゃ眩しいぐらいもそうありました。そうなんですよね。無事にその撮影も。で、今回は、まあみんな出てもらいましたけれども、最初は、池田市立の小学校の吹奏楽部の子たち、はい。ね、こうみんな、吹きながら、マーチングっていうんかな。すごいですよね楽器しながら歩いたりとかしてパフォーマンス、このね、振り付けもちょっとあるんですけど、そういうのもみんな一生懸命やってくれました。はい。で、その次にアバンギャルディが、ミャクミャクも出てたね。ミャクミャク登場して、で、その後にアバンギャルディが登場し、そこからですね、吉本の海原康代智子さん。はい。ね嬉しい。嬉しかったよね。まあ以前も番組に呼んでいただいた時に共演させてもらいましたけれども、そう、そこからね、まあ、万博でもまたね、ご一緒させてもらえるとはねっていうところですね。で、他には、ドラッグクイーンの皆さんだったりとか、新しい学校のリーダーズさんとか、高校ダンス部の皆さんが、ちょっと出演していただきましてね。はい。で、あと、伊勢ヶ浜部屋の力士の皆さんも、そうなんです。すごい。映像からもかっこよかっただ。からまあ、パレードのシーンに本当にいろんな人たちが出てくれたんですけれども、そのすべての振り付けを、やらせていただいたんですけれども、はい。じゃあ、力士の皆さんとかはもう思考を踏んでいただいたりするんですけど、はい。なんかそのタイミングをみんなで揃えるっていうのをしないといけなくて、やっぱり。うんした方がやっぱかっこいいから。で、そうなんですよ。本当に、タイミング合わせるってどうやってみたいな。まあ、その力士の皆さんもそうなっちゃって、で、まあ、カウントを数えながらやることもしたし、でもやっぱなんか先生前でやってって言ってた。どうなんですか？さ、力士の皆さんの前で一緒に仕込んでました。まあ欲しい動画。そうなんかそう、意外と、いけてるやんって、できてるよって言ってもらって、そう、嬉しかったんです。
そう仕込んだりとか、まあでも本当いろんなカメラアングルを決めたりとか、そのね、タイミングとかも一緒に制作スタッフの皆さんといろいろ作って、無事にね、できましたね。そのアバンギャルディも玄関って呼ばれてるところで、撮影でもあったので、かなりね、インパクトのあるシーンに登場してもらいました。はい。はい。で、あとはね、実際に、開会式本番の日もパフォーマンスして、で、ちょっとメッセージもね、届いてるので、はい。京都市のドレミーさんから、はい。万博の開会式拝見しました。ありがとうございます。はい。もうとても素晴らしい内容でしたと。中でも、あかねさんが振り付けを担当されたパレード・オブ・グローバル・ハーモニーがすごく良かったよ、というふうにいただきましたね。ありがとうございます。そう。レトロの中から外を眺めるような広がる未来をキラキラ照らすような、本当に素敵なプログラムで感動して号泣してしまいました。すごいね。素敵に言ってくださいました。ありがとうございます。はい。開会式でこんなに元気をもらえて、顔を上げて未来を見ようと思ったことはありません。本当にありがとうございました。と言っていただきましたね。それから、アバンギャルディのオレンジの色の衣装もね、とっても素敵でしたと。はい。まあ確かに、アバンギャルディ今まで、まあ結構ね、制服の姿で、まあ、ちょっと割と地味な色ののが多かったんですけれども、今回初めてね、オレンジの、パキッとしたオレンジのね、綺麗な衣装で、はい、登場しました。はい。で、まあ、本当にこの日本初、世界のアバンギャルディを応援してますというようなメッセージもいただきましたよ。ありがとうございます。うん。じゃあ、ここで曲の方行きたいと思います。じゃあ、小花から行くか。うん、そうやな。小花から。いいよ。私は、今日は、春になったら絶対聴く曲を皆さんに紹介したくて、持ってきたんですけど、はい。藤原さくらさんで、春の歌です。どうぞ。FM 大阪カネクラブ、今日のおかっぱトークは、小花と風花が来ています。お願いします。じゃあ、ここでメッセージご紹介。八王子市のさこさんからですね。万博見ていただいたということで。ありがとうございます。何ですか高速起き上がりリフトは。セイラさんがね。はい。何回も起き上がっては、倒れ、起き上がっては倒れと、思わずリプレイかとツッコミを入れてましたって言って、そうなんです。アバディであること誇らしかったですっていう風にメッセージもいただきましたね。そうなんですよね。いや、まあ、確かにいつもは、まあ、持ち上げて、はい。バタンと下ろすだけのこのリフトしか今まで、一回だけね。はい、やってなかったんですけれども、まあ、ちょっと見ていただいた方もわかると思うんですけども、すごくたくさんね、ってなった人は結構いたみたいですね。何あれっていうコメントもちょっっと見ました。見つけましたね。なんか、だからよかったなと思って。そう。本当にそうなんですよ。よかった。直前までね、本当振り付けなんか変えて。毎日ドキドキしながら。そう。ほんまやでな、あんなに直前に振り付け変えられますからさ、間違えたらあかんっていうな。直前までみんなで。そう。裏でしてたよ。ずっと歌ってました、裏で。まあでも本当それぐらいちょっと自分たちもね、この一瞬一瞬の、まあ、映るタイミングとかで、もう命削ってね、もう絶対みんなに届けようっていう思いで、はい。パフォーマンスしましたから、ちょっと開会式ってね、なんか、万博ってさ、55年前とか前回から、なわけじゃないですか。だからほとんどの人が万博の開会式っていつなのかとか、開会式あることも知らん人もいるし、なんならなんていうの、何時にやるとかの時間帯も不明やん。はい。だから結構、まあ、あれは2時とかにから生放送やったんですけど、あれ楽しみにしてるねーとか言って。まあ、一応出てから情報解禁になるんで、その後に、楽しみにしてる今日、みたいな感じの、お友達からメッセージ来て、みたいな、終わってん、みたいな。終わってん、つって。とか言って、夜じゃないんとか言って。まあ、そうよな、わかるよな、みたいな。そう。確かに、なんかまあ、オリンピックの開会式で夜やから、なんかそのイメージが確かにちょっとあるのかな。あれって、そう、いつ、終わったん宣伝もできないからね。そうなんですよね。まあでも、本当に、まあまだ、なんかSNS なんかでは、はい。
こう、切り抜きというか、うん。ダイジェストみたいなのが載ってますし、はい万博の公式の方でも載ってますので、見てない方いらっしゃいましたら、ぜひ、ぜひ高いしご覧ください。スペシャルでございますので、見てください。お願いします。いや、本当にね、もう、すごく、私は全然、なんて言ったらいいの、もう、まだまだですけど、もっとみんな大変やったやろうなっていうか思う。感じてるから、その、スタッフの人とかが、やっぱもう何年も前からこの開会式に向けて考えられてるから、私なんてあれなんやけど、でもそんな、私でも、もうちょっと、そっか、これどうなるんやろ、あれどうなるんやろとかいろいろ考えて、その演出の部分とかでもね、ちょっといろいろ案とか出したりしてたので、まあ、本当すごく、ちょっとだけですけど、まあ大変だったなとかも思うし、でもやっと無事に終われたっていうのが、ちょっと良かったなっていう、もう事故なく。はい。そうですね。そう、ほんまにね、全体1時間の開会式でしたけど、どのパートももう本当に全くミスなくできたので、それが良かったです。本当良かったんで。終わってからもスタッフの皆さんとかが、お疲れ様でしたみたいな感じで、無事終わってよかったっていや、みんなほ本当っとしてに、そうなんです。まあでも、こっからね、いよいよ開幕したっていうことなので、ぜひ皆さん、大阪に遊びに来てほしいですね。はいはい。滋賀県のパパちゃんマンさん、またです。ありがとうございます。いつも。バンゲルディの皆さん、こんばんは。4月10日の放送のモニタリング見ました。いいね、昨日もね、モニタリングやってました。はい。はい、昨日、10日と17日の2週連続でアバンギャルディ嬉しい。映っておりました。はい、天童よしみさんやしょこたんさんとのコラボもめっちゃ良かったです。ありがとうございます。はい、歌っていたお二人はもちろん、アバンギャルディのみんなのパフォーマンスがかっこよすぎて感動しまくり。放送後も TVer はもちろん、録画した分も何度も、リピートして見ていますという風に言っていただきました。ありがとうございます。ところで、ドッキリされる側で出演された芸人さん。いつもここからさんがネタした後、あれですね、悲しい時とかいう、はい。はい。いうネタのコンビでございます。皆さんの最近の嬉しい時、悲しい時ってありますか？うわぁ。嬉しい時、悲しい時。はい。その天気の話で言えば、うん嬉しい時はもうやっと最近花粉がマシになってきまして。そうなん？それでも人によるんじゃないん？そうか、私は結構マシになってきたんですよ。へ今年本当に辛くて、過去最大でした、私は。なんや。はい。なんかやっぱりね、結構メンバーも花粉症の人多いから、はい。薬の影響でね、眠たそうにしてる人がいたりとか、目はね、全く開かないかゆいみたいな人もいたりとかしてね。さんとかも、目しょぼしょぼなってそう、やな。泣くとかとか言って、そうやな。花粉症の人ってコンタクトとかも大変よね。毎日痒くなるあって、はい。もう痒いし、コンタクトずれて前見えないですし、入って花粉が大変一です。緒に、はうわい。寝てる時も書いちゃってたりするんで、ふうかさんも花粉症？花粉症ですよ。あいいですよね。絵描きすぎて二重の調子がおかしくなっちゃって。タジタジだったんですけど、目がしょぼしょぼ。落ち着いた？ふうかは落ち着いた？マシではありますけど、でもやっぱりまだ、ちょっとかゆい。朝メイクしながらいつも鼻かんで、薬が効くまでね、お昼ぐらいに来てくるんですけど、朝はまだひどくて。ねえ。それはちょっと、ほんまやな。悲しいけど、やっと嬉しくなってきた。嬉しくなってきた。ふうかさんは何かありますか？嬉しい。悲しい時うん。めっちゃしょうもない話でもいいですか？そ今日あったことなんですけど、今日あったことなんですけど、今入ってきたズボンうん。のウエストがいつもゆるゆるで、安全ピンで留めてるんですよ。うん。で、その安全ピンのピンがちゃんと刺さってなくいて、た。ここ怪我しちゃって、絆創膏するんですよ。で、何回拭いても血にじんできちゃって、服につくの嫌やから絆創膏貼ってきたんですけど、かわいそうに。怪我じゃないんですけよど、かった。そうなんですよ。このちょっと悲しいな。口失敗が悲しいことです、最近の。でもそんなね、ゆるるないね、かわいそうに。なくて、
太りやとも言われへんしやな。そうなんや。でも、細い人は大変やね。なんか、ズボン。なんか、合わなくて、大人サイズは大きいし、子供やったらちょっとちっちゃいし。私、逆やな。もう、衣装の中のとこ、ボタン開いてると。そう意外とだから、もう、私も結構お腹がね、やっぱビールを飲みますので、出てるんですよ、ちょっと。でも分かんないですよ。そう、だから、お皿にようにボタン外してんねん、いつも。ボタンは。気づけへん、全然。食べ出したら、もう開けてる。あできない。でも、苦しくなるから。対策としてもゴムのズボンしか入ってない。あ、楽ですよね。ゴム。やっぱゴム一択です。はい。なんでぜひゴムに変えてみてます。そうですね。意外ルールやったらまだ食べないです。でしたらいけそうやけどなちょ。っとあれやけど、まあちょっとそれはね、はい。気をつけてくだ気をさいね。つけます。うんはい。はい。ということで、だから昨日放送されたモニタリングの方もちょっと出ておりますので、はい。はい。ぜひ、まだ TVer で見れるかと思いますので、ぜひ見てください。はい。お願いします。はい。じゃあ、ここでじゃあ一曲いきましょう。風花さんお願いします。はい。私はいつも結構、可愛いアイドルソングみたいなご紹介することが多いんですけど、はい。今日は、生田リラさんの曲で、恋風という曲なんですけど、おすすめが、イヤホンで、もう音ガンガンにして聴いてほしくて、なんで生田リラさんの優しい歌声がもう、バーって響いて、その優しい歌声に、そうなってる。思い出して泣きそうなってる。感動してるんかななんか。大丈夫ですかめっちゃ好きなんですよ。うん。爆音で聴いてほしくて、わかりました。じゃあ聞いてみましょう。音上げて聴いてください。はーい。生田リラさんで、恋風です。どうぞ。FM 大阪あかねクラブ、おかっぱトークでございます。さあ、じゃあもう皆さんね、知ってる方もいるかと思うんですけれども、はい。本日、アバンギャルディ初のはい。新曲、お OKP サイバーがリリースされましたやっとですね。もうね、だから、去年、なんか2025年の目標とか言ってましたけれども、はい。 2025年の目標に、アバンギャルディ曲出したいですと言いました、私。はい。はい。でももうその頃にはですね、もうそのプロジェクトというか、曲をね、制作するということは決まっていて、はい。作っておりました。はい。はい。そうなんです。で、やっと、このね、4月18日本日の、0時から、この曲がリリースされました。はい。やったもう急にね、急だったものでね、ファンの人もびっくりされたんじゃないかと思います。はい。このね、我々ダンス集団でございますから、はい。いつも、このね、人の曲というか、懐かしい曲が主でしたね、今まで。はい。昭和歌謡曲だったりとか、平成の曲だったり、最近ね、アイドルとかもはい。踊ったりしてましたけれどもね、YOASOBIさんのアイドルとか。はい。でも、やっぱり人のね、そうそうたる有名なアーティストの皆さんの楽曲をお借りして、作品作りをしてたわけなんですが、はい。いよいよね、自分たちも曲が欲しいなということで、はい。はい、作らせていただきまして、なんと、はい今回その OKP サイファーを作ったのはですね、こっちのケントさん、ね、キリキリダンス、キリキリダンスでおなじみのこはいっちのケントさん、曲を作られた GRP さんでございます。すごい。ありがとうございます。マジですごい人に、今回のね、新曲1曲目はい。作っていただきました。スペシャルすぎます。どうですかいや、なんか実感ないっていうか、リリースってどういうことみたいな。そうなんですよ。何ですかみたいな。そうなんです。今までね、そんな自分たちの曲もね、そんな、どういう、だから曲作るってどういうことって感じだったんですけど、はい。私も初めてでございまして、はい、で、今回、作詞の方で私も、そうなんですよね。やっていただきまして、で、
曲のイメージとかも、まあ一応プロデューサーとして、その GRP さんにこういう感じがいいとか、例えば踊りが絶対マストであるので、絶対こういう振り付けにしたい、ああいう振り付けにしたいがあるから、だからめっちゃその曲を作りやすかったというか、こうしてああしてとかが明確に、この音の速さがいいとか、ここは何小節必要とか、そういうのも全部、言えたので。なんかダンス集団ならではの作り方っていうか。なんかそうだね。ね、普段多分曲作る人はそんなこと考えないですもんね。確かに。結構なんかいろいろ、考えたけど、まあ、踊りやすさ重視と、あとこういう曲調が入ったら踊り作りやすい。もうそれしか考えてない。確かに、作るのめっちゃ早かったです。早かったやろ速攻できてんけど、まあでもなんかそれをすごくGRP さんが考えて、一緒に考えてくださって、でも、作詞の方も、もう、そう、ちょっと待って、まず、ちょっと待って、タイトルだ。OKP サイファーの意味。もうそれどういう意味ですか？おかっぱですね。はい。おかっぱで OKP ですね。で、OKP ということで、おかっぱがもうとにかくテーマとなっておりますので、歌詞の方も、もうおかっぱをメインとした歌詞をちょっといろいろ、まあラップ調にして考えました。すごく大変でした。あかねさんも、ね、いろんな撮影中とかにももう、そう、仕事の合間に。刻んで、このリズムに仕事の合間で、時間ある時に、そのインストを聞きながら、もうラップ、この感じでいこうかなとか、インフみたいから、私らも一緒に考えて、そう。だから、とりあえずインフめるために、この、まあ、なんやろ、なんか、例えば、風になびかない、この安定感、それでミステリアス、まるで芸術感とか、なんかちょっともう、安定感につながる韻をね、みんなで探したりとか、ちょっとほんまに、ね、いろいろ、こんな大変なんやってなってたけど、すごすぎる。すごいよな、いろいろ歌作ってる人ってさ。でもなんか、まあちょっとそう、おかっぱってテーマだったから、なんかいろいろ考えやすいところもあったし、楽しく、曲作りもできましたな。はい。はい。そう。あとなんかあるエピソードというか。エピソード、ちょうど、私が前回、ラジオに出させてもらったのが2ヶ月前ぐらいやったんですけど、ちょうどその頃に、あかねさんが歌詞作りとかをしてた時期だった気がして、なんかすごいあかねさんがずっと歌ってたなっていうのが印象的で、ずっと録音しながら、今からちょっと録音するからって言って、めっちゃ覚えてます。やで。なね、時期ありましたよね。そう、売ってる時期のあかねさん。そう。あかねさんラップ歌ってる時期ありましたね。確かに。でもなんか本当にね、なんか楽しかったし、まあなんか、そうですね。まあとにかく、一回聴いたらちょっと病みつきになるんじゃないかな、この歌。私らももう歌えるぐらい。そう。で、あとは振り付けの方も、なんかもう、初めてね、シャッフルダンスという、まあ、ちょっと足がメインとなる、ステップみたいなのがある、シャッフルダンスっていうのがあるんですけど、それにも挑戦したり。すごい苦戦しました。もう割れるかと思うくらいシャッフルダンスの練習してて。だからなんでこんな新曲っていうか初めて出す曲で新しい挑戦してるでもなんかやっぱりなんかね、やっぱり SNS とかでバズってほしいなっていうのがやっぱあるから、シャッフルダンス界の人たちはぜひ踊ってほしい。ぜひ。ね、欲しいよな。欲しいです。し、まあ、ダンスしてる方とかも、まあね、できるかなと思います。はい。もうとにかく、シャッフルダンスの部分もあるし、とにかくおかっぱばっかり、おかっぱ強調した振り付けになります。ちょっとね、こう、おかっぱの枠組みを表現したダンスもあるので、はい。これをね、またライブで披露ね、できるのが楽しみだ。本当に楽しみです。だからちょっと振り付けをちょっと覚えてほしいなっていう。そうですね。なんか、合いの手とかあったら面白いんちゃうかとかいう話をみんなでしたい。そうですね。合いの手も欲しいし、まあでも一緒に言うね、叫ぶシーンとかもありますから。
はい。楽しみ。キューティコ。キューティコはぜひぜひお願いしたいですね。はい。やっぱ我々ね、おかっぱのキューティクルを、とにかく、もう大事にしておりますから、キューティコを叫んでおります。はい。なんて言ってるんやろうと思うかもしれないですけど、キューティコ。キューティコって言ってます。で、あと、これは、そう、これも言っとかないといけないが、メンバーが歌ってます。はい。そうですね。メンバーが歌っておりまして、歌ってるっていうか、まあ、叫んでるっていうか、ラップのところはね、またソノがメインで歌っておりますよ。はい。はい、そうなんです。で、実は私もレコーディングに参加しております。どこの何か分かってないですね。いや、多分分からないですけれども、でも、どっかこのラジオで、声がガサガサの日があったと思うんですよ。はい。なんか、あったはず。ありました。風じゃない時にね。はい。で、それは、ほんまに叫びすぎて、喉が枯れました。私のラジオ出てた回です、絶対。そうなんだ。はい。声枯れましたね。本当に。それで。だからそれぐらいやっぱ、すごく熱量を入れてみんなで、まあ、叫んだ楽曲となっておりますし、ぜひ、聴いていただいたら楽しい気持ちになれるかと思いますので、はい。皆さんぜひ聴いてください。じゃあ、行きますか。もう早速聴いてもらっていいですか。これじゃあ、あんたら、初めての、本当に、すごいね。緊張する。じゃあ、やってみよう。せーの。アバンギャルディで、おかっぱスおかっぱサイファーです。かなどっちかなおかっぱサイファーかなおかっぱサイファーかなおかっぱサイファー。すみません。知らん。あれどっちなんやろおかっぱサイファーで。おかっぱサイファー。決まり。はい。決まりました。もう一度お願いします。せーの。アバンギャルディで、おかっぱサイファー。さか自分たちの曲を紹介できる気がするなんて。あっという間でございました。もうなんか、急にリリースされる。私たちもあんま、追いついてない。もう行くの今みたいな感じでございましたけど、来週からね、始まります。アバンギャルディサードツアーでもこの OKP サイファーやりますから、はい。ぜひ皆さんダンスもちょっと覚えていただいてですね。はい。と私たちも発信していきましょうね。はい。はい。じゃあ、こちら、はい。大阪、我らの本拠地、大阪のライブのチケットがまだあります。はい。はい。5月16日金曜日、それから17日、こちら土曜日は夜しかないんですけれども、大阪はダブルダブルホールの方でありますので、皆さんぜひ来てください。ぜひぜひ、もう先着ですぐなくなっちゃったら来れないってことになりますので、はい、急いで、はい、お願いします。お願いします。で、こちらもね、完売しております。4月27日日曜日はですね、岡山公演で、こちら、27日の日曜日岡山公演からスタートします。はい。なので、はい、来られる方はぜひ楽しみにしておいてもらって、はい。OKP サイファーのね、すべてを見れますから。おー。ドキの初めて見る方になりますね。はい。岡山公演の皆さんがね。はい。で、岡山でライブできますし。そうですね。楽しみ。はい。楽しみにしていてください。ということで、はい。もう来週、しかもまた、4月25日はですね、4月25日金曜日公開の映画パリピコーメザムービーもね、アバンギャルディ出演しますので、はい。はい。ぜひ皆さんそちらの方もチェックしていただきたいと思います。はい。お願いします。はい。もう今日は言うこと盛りだくさんでなんか疲れちゃった。本当に。ほんまに、全部ような。一気に来るんだ。小出しにしたい、私は。なるだけ。何個、5個、4個ぐらい。そうなんだよ。一気に来ました。全部言えたかな。本当にね。はい、ということで、じゃあ、なんかあります最後、一言。この前初めてね、ライブ、一通り通しましたよね。そうそう、全部通してね。もうなんか私たちもそこでやっと、このサードライブ始まるぞっていう実感が湧いたっていうか、湧いてきた。なんか岡山とか、新潟とか、長崎とか行ったことない初めてのね、ところで。回れますし、私たちのなんか新しい挑戦っていうか、たくさんしてますし、楽しみなこといっぱいですね。でも来週とはまさかなんかもう、一瞬にやったっていうか、私たちもドキドキですよね。ドキドキ。毎回思うけど、ほんまに、もう来週みたいな。始まんのみたいな。準備はしてたけど、ドキドキやなほんまに。
楽しみですね。楽しみ。やっぱな、OKP サイファー、披露できるのが。楽しみですね。どんな反応やろ。うん。初めから、キューティッコの合いの手完璧やったらどうします？やば。めっちゃ嬉しい。皆さん期待してます。はい。一緒に盛り上がりましたということで、今週のおかっぱトークは以上でございます。はい。ではまた、ね、さようなら。ありがとうございました。小花と、ありがとうございました。ありがとうございます。 FM Osaka. 85.1 FM Osaka. Osaka. あかねクラブ。